あ今はこういう小さな工場で作ってる人はねえんじゃないかな。始める時はたまたまワインを作った町長さんがいて、その町長さんが今度は「あ営業君ちんと作れ」って言われたのがきっかけ。なんていうの、売れないくずぶどうでワインを作ったっていう考え方の町長さんだから、売れない二等乳でチンズはできないかっていう考えだった。それはダメだって、いい牛乳でなければいいチンズはできねえんだって、ワインだっていいぶどうでなきゃいいワインができねえんだって言ったのさ。そこでちょっとじゃあやってみるかってことになって、自分ちのほら牛乳があったから、牛乳を取ってで少しずつ勉強してきたわけ。勉強したっていうのはかっこいいけど、まあそうやって遊んでやった、作って遊んでやった。苦労は全然しない。なぜかっていうと、自分で必要なことだけ少しずつこう勉強していったから、自分ちの牛乳で自分が作って、失敗した、これうまくいった、面白くね、おい食ってみろ、食え、そういう感覚でほらやってきたわけさ。だからあと分かんなくなった時は研修に行って勉強して、で今度はじゃあチェンダーを勉強したいがあった。であとは乳酸菌の培養ちょっと勉強してくれたからね、そういう感覚で。だから何も苦労したつもりはねえのさ、自分では。ただ売れないのが苦労だったつもりはねえ。売れてきたってことだね。前は全然売れねえかったわけだ。ナチュラルチーズなんか食ったこともねえかったわけだ。雪印そのプロセスチーズがなんとかお店屋さんに探せばあるっていう程度で、そういうところで昭和49年あたり、昭和49年は始めただけで、ここの工場が平成2年度にできたのかな。でその頃だって、ほとんどナチュラルチーズなんて知らなかったんだろうね。だから最初はゴーダチーズ作ったんだけど、ゴーダタイプのやつは、カビ臭いとか、カビ臭いっていうかなんか馴染めないからダメだ。それで結局俺は嫌いなんだけど、モッツァレラとかほらフレッシュタイプのチーズを作ったわけ。そうすると癖がないから、これだったら食べれるってことで少しずつこう浸透してきたってことだね。であとはまあ22年だからね今年で。だからやっとこう、注文が来て、売れるようになったってこと。売れるようになったってこと、売れるねって俺はあんまり商売気がねえんだけど、売れるっていくってことに対して、物が出ていくってことに対して、よかったなっていう感じ。物が出ていくんだなってことね。やっぱり需要がねばダメだし。ただ3日間の停電は参った。停電。電気止まってさ、それがちょっと困った。これからセシウムの関係でしいたけが出荷したやつは全部焼却。だからこれから植えるのもなんか誰も植える人ねえんじゃねえかって。だから今こそしいたけを植えるべきだと思うんだよ、逆に。であとはできたものをセシウムの検査をしてパスすればさいいと思う。結局今度は日本では品不足になって、まだ中国から輸入しなきゃなくなる。中国ものがいいとか悪いとかって言ってる場合じゃねえわけだ。それが結局地震の後の後遺症だね。畑の筋を全部取り替えなきゃ栽培できねえとかさ、田んぼの筋を取り替えなきゃ栽培できねえとかって、そんなのだって表土っていうのが一番大切な土なの。それを取った後ね、どうやって作物が育つかってことなんだよね。なんか政府でやってるのもちょっとおかしいと思うけど、今はまるっきり選挙で被災地のことなんだ考えてる議員さんいるかよ。ね。なかなか難しい。だから鹿とか熊の肉は一応自粛しなさいって県のお達しなの。とっても食えねえんだわ、せっかく有害が降りてるのに取らない人もいるわけよ。
食べれないから取って捨てるんだったら料理ってことにもうちょっと関心持って食べることにもうちょっと関心持ってほしいなと思う、調理済みのもの、それから惣菜、冷凍もの、みんなそれが即食えるように作ったのがたくさんあるから、お金さえ出せば何でも買ってくれる。野菜も切ったのが売ってるでしょ。野菜も切ったのがフルーツ入ったの買ってくる。1000円でフライパン一つが、ナイフもそれからまな板もいらない、こういう鍋もいらない、極端な言い方するね。そういう食生活をしてんじゃないかなっていうのがやっぱり心配。誰かに作られた味に最大公約数の美味しい味になれてしまって家庭料理に興味を持たなくなってきたということはお母さんの味とかそういうのが、薄れてきてるという。だからイカ大根作っても子供たちは食わない。それから豆料理とかそういうものを作っても食わない。結局味の濃いもの、きれいなもの、そういうものが好まれてきて、だからやっぱり食生活がかなり大きいんじゃないかな。アレルギーな今みんな皮膚病から始まって食物アレルギー、これ食っちゃダメ、これ食っちゃダメ、これ食っちゃダメ、ああいうのはなんか俺そういうところに原因があるんじゃないかなって、一人で思っている。全く個人的な考え。あらゆるものは氾濫してるから、それに振り回されて自分の生活をちゃんと自分の生活ができねえっていうのは、時間に追われてテレビだ仕事だ、追われて時間があればパソコンだ、ショッピングもみんなネットで購入する。でもうなんか調理する時間なんかは全くないっていう。だからあるものを食いながらパソコンやってるとかさ、そういう俺から言わせると、かわいそうだろ、今の若い人は。一緒に飯を食ったり飲んだり、そういう機会が今少なくなりつつあるなって思ってる。うちの家庭見てもそうなの。お父さんお母さんが食べる時間、子供たちが学校生行く前に食べる時間、これが一致しねえよね。みんな別々だ。これはやっぱり後継者を作れると、まず第一に後継者を作らないと。